このアニメでは私がなぜ哲学者になりたいと思ったか、またどういういきさつで哲学理論を思いついたか、またなぜ哲学塾を開きたいと思ったかについてストーリーにしてお話ししたいと思います。まず自分の生い立ちから話したいと思います。自分は幼稚園の時から変わっていて、周りの子と馴染めなく、可愛げがないのか幼稚園の先生にいじめられた記憶が残っています。小学校の時から天才くんなどと周りの大人や教師に何十回も言われたことがあるので、自分はちょっとおかしいのかと思いました。そして大学時代にお前は学者や医者にしかなれないと言われていました。また新卒で入社早々いきなりネットワークプロジェクトに投入され、しかし同期や先輩に散々陰口を叩かれ嫌がらせをされて、それから次第にうつ病になっていきました。そして結局会社を辞めて職を転々としながらうつ病の治療をし続けました。また後に検査を受けたら発達障害のグレーゾーンの診断を受け、人生どん底に落ちた私は人生に絶望し、毎日お酒に入り浸りアルコール依存症になりました。それはさておき、私がなぜ哲学に目覚めたのかというと、簡単に言うと、うつ病になり人生に思い悩み、ひたすら哲学するようになったことがきっかけです。それ以外にも、ある友人と海外旅行をした時に、君は哲学者に向いていると言われたこともあり、それを真に受けて哲学者になるという大きな夢や目標に向かうようになりました。またうつ病で会社を休職していた時期にひたすら聖書を読みふけっていたけど、どうにも部分的にしか納得できず、自分で哲学するようになったのもきっかけです。そのようなことでひたすら哲学を学びつつ、自分でああでもないこうでもないと頭を巡らせて考えていたら、それが無限ループの繰り返しみたいになり、次第に哲学病のようになっていきました。そして私は自殺願望がマックスになり、ツイッターで毎日自殺したいとツイートしていたら、突然ある日哲学理論を思い立つに至ったのです。うつ病になってから10年かけて思いついた非常識超越平和理論という哲学体系になっているもので、詳しくは楽天ブックスにて販売されている新世代哲学非常識超越平和理論 Go Beyond No Common Senseをお読みいただければご理解いただけると思いますが、簡単に言えばこの世の常識と非常識がどのように進歩し発展し、そしてそれが社会構造を変えて循環していくプロセスについて分析したもので、常識と非常識の循環プロセスと自分は名付けていて、独自に考えたモデルです。それをベースにどうすれば世の中の平和のバランスが保たれるかを検証した平和哲学の理論とも言えます。ブログなどでその哲学理論の論文を発表したら、ツイッターにて反響があり評価していただけるようになりました。またそのような経緯もあって、私自身で哲学塾を立ち上げて開きたいと思うようになりました。この哲学塾は非常識超越平和理論の中でも考察されている非常識超越という概念をベースに自分が考えた非常識超越思考法という独自の哲学思考法などをもとにいろいろと哲学議論をし、またはそれらをもとに政治的なアイデアを議論する団体です。団体の目的は日本や世界の政治や経済や社会問題およびその他諸問題について何らかの新たなる解決策を見出すこと。またこれらの団体に参加することで哲学的な思考法や解決力が身につくだけでなく、政治について考える力も身につくので、そういった人材育成を目指した哲学塾にしていきたいと考えています。団体はまだメンバー募集中の段階ですが、いずれもっとメンバーを増やして社会に影響を与えられる団体を目指したいと思っております。ご興味ある方は新世代哲学非常識超越塾と検索してサイトをぜひご覧ください。それでは長いことご視聴ありがとうございました。